そのガンプラの開発に携わることができて、今もう40年近い時間が経ってきてますけども、今こうしてこれですね、スクラッチをするときに自分で簡単な図面を描いて、今ここに並んでるのも、ガンダムの世界の設定をそのまま作ったものでは正直言うとないです。GBWC가 이제 한국에서 열리는데 기준이 좀 애매하다는 얘기가 있다. 혹시 그런 얘기 들어? ありますあります。バンダイスピリッツの、川口です。バンダイスピリッツのホビー事業部というところで、ガンプラに関わる仕事をやらせてもらってます。韓国には、GBWC っていう、世界大会、ガンプラの世界大会で、毎年伺ってます。今年も、8月に、ソウルの方に伺うつもりでいますので、今年がガンダム40周年なんですね。GBWC が今年9回目、多分その40周年に向けて皆さん、素晴らしい作品作ってくれるんじゃないかと思ってます。韓国のモデラーさんってすごく真面目に作ってくれるんですね、丁寧に。なのですごく精度の高い作品が多いっていう印象はあります。夏があって本当に冬があって暑い時もあれば雪も降る、そういう国っていうとやっぱりそういったいろいろなその季節に、を取り込んだ作品っていうのはすごくやっぱり多く見られます。혹시 기억에 남는 작품이 있으신가요? 2014年の GBWC で、ジュニアの世界一になったのは、これぐらいの大きいザクとそれから、崖があってそこ雪景色なんですよ。でその崖の上で子供がいて雪だるまを作ってる作品っていうのがあったんですけども、それはものすごく印象に残ってます。もちろんね、模型を作るのがうまいっていうのは、大事なことだと思うんです。いっぱい作ってるとスキルは上がっていくんですよ。スキルがどんどん上がっていった時に、じゃあ何で勝負するかっていう時にはイマジネーションなんです。自分が表現したいものっていうのがどれだけその作品の中に入っているのかで、それが見る人にちゃんとそれが伝わってるかどうか。例えば写真を1枚メインカットを撮ってって言われた時に、これが自分が表現したいものなんだっていうのがちゃんとその1枚のカットから伝わるような作品っていうのが一番望ましいですね。作ってる途中時々やっぱ写真を撮って客観的に自分の作品を見るような癖をつけておくと、出来上がった時に自分が作りたいって最初に思ったものと、その最終的に出来上がったものの、ギャップっていうのはなくなります。正直言うとね、大きいものの方がやっぱアピールする部分ってのはあります。なので例えばじゃあこのザクとこの、小さいモビルスーツを比べた時にどっちがやっぱりインパクトあるかというと、これはもうしょうがないと思うんです。こっちの方が。 참가하신 분들이 기준이 좀 애매하다는 얘기가 있다. 혹시 그런 얘기 들어? ありますあります。GBWC の評価をするときに3つの項目で採点してます。1つが工作力、1つが塗装で、最後の1つがアイデアなんですね。要は作品としての例えばインパクトっていうのは数値化できないですよね。なのでそういったものを僕たちは評価しなきゃならないっていう現実はあります。多分実際に参加された方は自分はどこが悪いんだっていうのが多分すごく気になると思います。その時には聞いてください。その作品全部に対してどこがいい、どこがちょっと物足りないっていうのは全部見てますから、その作品でここをもっとこうすればいいよっていう話はもうその場でできます。
子供の頃からプラモデルを作ってるっていう、趣味だったんですけれども、ガンダムの最初の放送が僕が高校3年生の時になるんですけれども、今当時の作品はちょっと手元にないんですけれども、スクラッチをする時に自分で簡単な図面を描いて、それでパーツを作って組み立てたんですけども、その時、描いた図面がこれになります。でその時にホビージャパンで今度、SF 映画特集の号を出す。でその時に、ガンダムを扱いたいんだけども作れる人がいないのかっていうことで、じゃあ、僕とか、あと何人かいたんですけども、じゃあお前たち作ってみろよっていうことで紹介してもらったのが、スクラッチで作ったザクになります。こちらがそのガンプラのブームだった、1981年に出た本と、この時に、私も、この中で作品を作らせてもらいました。これのこの後ろの一つは私が作ったものになります。これなんかは私が作った作品になりますね。大学4年の時にバンダイの社員の方から就職はどうするつもりだっていうふうに言われて、どうせだったらこういうガンダムっていうよりも、プラモデルに関わる仕事をしたいっていうふうな話をしたんですね。でそしたら、じゃあちゃんと書類出してで試験を受けなさいっていうふうに勧められて、で、バンダイに、入社することになりました。フリーランスっていうのに憧れる気持ちはもう正直ありました。趣味で作ってる時っていうのは、基本的に全部自分でやることになるんですけれども、バンダイに入って、商品を作っていく、要はプロダクツを、出していくっていうことになると一人でやるわけにはいかない。多くのスタッフと一緒に一つの商品を作っていく。でその時に自分が作りたいものっていうのは 100% できるわけではないっていうことも知りましたし、そのガンプラの開発に携わることができて、今もう40年近い時間が経ってきてますけども、今こうして、世界でガンプラを楽しんでくれる人がいて、でそういったコンテストイベントに審査で伺うことができるっていうのはすごくやっぱりありがたいなというふうに思ってます。印象深いキットっていうのはそうだな、一つのキットっていうことでいうと、ガンダム15周年の時に、テレビ放映された G ガンダムっていうシリーズがあります。その中で、60分の1のG ガンダムっていう商品があります。でデザイナーの大河原先生といろいろこういうふうにしたいとかこういうふうにならないかとか打ち合わせをさせてもらいながら、すごく苦労して作ったプロダクツになるんですけども、でその60分の1の G ガンダムに、組み込んだいろいろなギミック、プレイバリューですよね。それが、実際にテレビでその G ガンダムが活躍するときに、監督がそれをちゃんと見てくれてて、そのプレイバリューっていうのをテレビの中で実際に使って演出してくれたっていうのがあって、その60分の1の G ガンダムっていうのはすごく印象に残ってます。テレビの、新作のアニメーション、っていうのは新しくガンダムを知ってくれる人、新しくガンプラを作る人に向けた作品であった方がいいっていうふうに思ったんですね。じゃあそれまで15年ずっとガンダムが好き、ガンプラが好きって言ってくれた人には違ったものをやっぱり提供しなきゃいけないと思いました。なのでその G ガンダムでそのターゲットをセグメントするっていう意識を持ったので、その時にじゃあ昔から好きでいてくれる人にはもっと模型的な商品を提供しようっていうので、企画をスタートしたのがマスターグレードなんです。
なので、僕は本来バンダイに入社してからやりたかったことっていうのはそういう模型としてのガンダムガンプラを突き詰めていくっていうのがやっぱりやりたかったことだったので、それまでのテレビシリーズに出てくるモビルスーツを形をトレースするっていうよりは一つのモビルスーツを細かく、もう一回見直していくっていう作品、プロダクツですね。としてやらせてもらったのはすごく、充実してましたし、それが商品として出せたのは非常に満足しています。今ここに並んでるのも、ガンダムの世界の設定をそのまま作ったものでは正直言うとないです。自分のアイデアなり、表現っていうのをどれにも入れてます。これサンダーボルトっていうガンダムの映像作品に出てくるサイコザクっていうモビルスーツなんですけども、プロトタイプみたいなテスト機体なんですね。であれば多分こういった表面のテクスチャーっていうのはとても綺麗な状態になるんじゃないかなって想像しています。で特にでも見る人はこの赤のメタリックのカラーっていうのはとても印象に残ると思います。でやっぱりガンダムの場合この赤い機体っていうのはとっても、象徴的な機体になるので、そういうのを、どういうふうに見せるのが一番かっこよく見えるかなっていうのは気にしました。それからこういった使い捨ての武器なんかっていうのもあるんですけども、そういうものはやっぱりこうずっといつも持ってるものとは違って簡単なものでできてるんだろうなとかっていうその武器の使い方とか、作られ方っていうのをちょっとこだわって、塗装して仕上げています。もともとはこういう、メタリックだったんです。でただ、実際に使われていくうちに汚れるだろうし傷もついていくだろうっていうのを今回この大きさなので、表現する。この赤を塗装する前に最初全体をシルバーで塗装してるんです。でその上に、透明の赤クリアレッドを全体に塗装するとでその上から艶消しの、スプレーを吹いてます。でそうするとこういうところに傷をつけていくとその下に吹いた銀が見えてくるわけです。でここでちょっとこだわったのはアーマーっていうのは全部ガンダムにそういった装甲をつけてったっていう設定になってます。これが肩の装甲になりますけどもこれを外すとこの白い部分そうですね。なので中のガンダムっていうのは綺麗な仕上げにしてこの外についてるアディショナルの装甲に関してはこういった艶消しの表現にするっていうことで、ガンダムの本体はとっても高い値段の金属で作られてるだろうけれどもアーマーで、追加してるものに関しては壊れても多分付け替えられるようにどちらかというとチープな金属なんじゃないかなって勝手にイメージしてます。多分、そういった想像するのが僕はすごく楽しいんですね。そうするともっともっといろんなことが多分表現としてできるだろうと思ってるし、それをやってみたいっていうのはやっぱり、すごく強く思ってます。そういうやっぱりすごく、イマジネーションをかきたてられる素材っていうのは僕にとってはガンプラっていうふうに思ってます。もともと僕ってとても飽き性なんですよ。じゃあなんで40年もガンダムガンプラ続けてこれてるかっていうと、例えば一つ作品を作った後に同じように毎回同じものを作るっていうことはしないんですね。そうすると、他のジャンルのものを作ってると要はそのアプローチの仕方っていうのは今度こういったガンプラにもフィードバックされていく。でそうしていくとどんどんその段階でスイッチを切り替えながらやってるので、
100% 自分で満足する作品っていうのはまだ実際できてないんです。もっといろんなことをやってみたいで、今は特にインターネットでいろんな人の作品見ることができますから、すごく毎日いろんな刺激をもらってます。そうすると、じゃあそれを自分でどういうふうに自分で作るときに表現しようかなっていうのもやっぱり模型の楽しさの一つだと思うので、多分これからももう本当に、模型が握れなくなるまで多分作り続けていくと思います。